漆黒のメタンよ。澄んだもんなのだ。ゼリーナットの人工土壌を作って、ようやく木を1本植えられた。これが農業の現実なのだ。農地を作ったことで、農業タワーを持った時に緑の場所が農地とか情報の見方も少し分かったわね。成功例を見るためには成功する必要があるのだ。しかしそれにしても不親切すぎないかしら。こんなんじゃ土壌を見つける前にみんな投げ出しちゃうのだ。そういえば 2.0 からは交渉の場所を検索できるのよね。リモート竜の右上から検索できるのだ。例えば石だとこんな感じ。醜い交渉も見落としが減って嬉しいわね。土壌もこうやって検索ができたらいい。できました。こういうのをヒントに書いてほしいのだ。こうしてみると天然の土壌って少ないのね。探してたあたりには全然なかったのだ。というか天然の土壌の中ってだいたいマップで白くなってない？マップ上の白いのは自生してるゼリーなのだ。もともとゼリーが自生している場所はゼリーの生育に適している。気づいてしまえばそれはそうすぎるのだ。おっと、気がついたらゼリーが収穫されてるわ。収穫したものは農業タワーの出力スロットに入るのだ。農業タワーに種を入れたら実を出すから、実質農業タワーが組み立て機みたいなものね。加工時間が長くて土地を使って並列作業する組み立て機なのだ。さて次は加工の自動化ね。ゼリーナットの使い道は今のところは鉄バクテリアなのだ。ゼリーナットの実から種とゼリーを取り出して、ゼリーをさらに加工すると鉄バクテリアになるわ。ちなみにゼリーナットの実は1時間、ゼリーは4分で腐るのだ。ゼリーまで加工したら一気に鉄バクテリアにしないとダメね。実のままなら結構長持ちだけど、実が腐ると種が赤字になるのだ。そこは実を腐らせないのと、赤文字化チャンバーでおまけをつけて黒字にしないとね。さて次は天然の土壌に引っ越すのだ。農地の大体の場所とタワーの周りが緑になることが分かれば、土壌を探す時間は100分の1に短縮できるわね。気づかなかったらと思うとゾッとするのだ。ゾッとしたりしなかったりするのだ。そのままユマコも栽培よ。グレバで唯一フレーバーテキストがポジティブな存在なのだ。公式によると海中の世界を陸に持ってくるのがテーマだから、足が5本の生き物とか陸上では不自然なものが多いのよね。極めて何か生命に対する侮辱を感じるのだ。どこの映画監督よ。とにかく農業が始まった今、グレバは攻略したも同然なのだ。敵襲よ。襲撃部隊と鉢合わせなのだ。ナウビスのバイターは汚染を嫌って襲撃してきたけど、グレバのペンタポットは農場から出る匂いに惹かれてやってくるわ。実績の名前もバイターと対になってるのだ。農場が稼働し始めて今後はご近所問題も出てくるわね。ご飯が食べたいだけならお裾分けしたら帰ってくれないのだ。餌を見ると相手を攻撃せずにいられなくなるので、まともじゃないのだ。さて栽培はできたから次はバイオチャンバーかしら。バイオ系のクラフトに使う施設なのだ。効率 50% 付きだし専用レシピもあるから早めに乗り換えたいところね。展示プラントで緑基盤を作って、その辺の巣から取ってきた卵で早速作ってみましょう。工場長もまともじゃないのだ。バイオチャンバーを作るには卵だけじゃなくて栄養素という名の白い粉が必要よ。これも結構管理が大変なのだ。栄養素は現状腐敗物からのみ作れて、作って2分半するとまた腐敗物になるわ。しかも再腐敗すると数が1割に減っちゃうのだ。だから腐敗物を貯めておいて、栄養素が必要な時にその場で作らないといけないわね。よし、バイオチャンバーは完成。設置してみるのだ。なんか点滅してるわね。燃料式みたいなのだ。レシピは農業系と油系、あとはバイオチャンバーね。燃料は栄養素みたいなのだ。すぐ腐るものを燃料にして回し続けろと。とりあえず新しいレシピをチェックなのだ。
バイオチャンバーで作れる目玉はこれ、バイオ有剤ね。有剤って何なのだ？調べてみたら物を溶けやすくする物質ですって。酢豚のパイナップルなのだ。あれって味付けじゃないの？緩和9台、この先はほとんどバイオ有剤を使うレシピみたいね。バイオなプラスチックや油、あとは鉄や銅の発展レシピがあるのだ。バイオ有剤のレシピはこんな感じ。ユマコとゼリーを加工して混ぜ合わせるのだ。ユマコはゆでじゃがみたいな感じかしら。すりつぶしてマッシュに。ゼリーナットはゼリー状の実をブロックに切り分けるのだ。しかしこうして図にすると気づくことがあるわね。何なのだ？こいつら対角線同士の方が仲間っぽいわ。ユマコとゼリーは名前が短くてツルツル。ゼリーナットとユマコのマッシュは名前におまけがついてデコボコなのだ。このアイテムどういう位置づけだっけ？手指甲にワンクッション入ることが多かったのよね。収録時のバージョンだとゼリーを直接採取できる植物もあって一層ややこしかったのだ。修正ありがとう。名前やアイコンで宮加工品って明示すれば一層良いのだ。さてさて、そんなややこしい作物を使うバイオ有剤だけど、やってることは瓶詰めや缶詰の作成よね。実を一次加工すると消費期限がすごく短くなるけど、バイオ有剤にして瓶に詰めちゃえば2時間持つようになるのだ。保存もだけど品質も均一化されるわ。作物は自然物だから小さいとか筋張ってるとかがあるのだ。それは工業的に使いにくいし、人間が分ける時も取り合いが起きてしまう。だから一つのゼリーナットから複数のブロックを取って、バイオ有剤を作るときはいろんな実のブロックが混ざるようにするのだ。レシピでその辺が表現されてるのに気づくと、ちょっと嬉しい気持ちになれるわ。それにしても随分喋ったのだ。グレバは前提の説明が長すぎるのよ。動画制作の疑問なのだ。コメント返信を済ませてしばらく休みましょう。うとつ。ありがとう。悪色送り。私はただ人を笑顔にしたいだけなのに。クレバータワー。1050年悪色域。ラブスタって言葉知ってるのだ。ラッチ欲しい。はい。実はこの手の回路って現実に存在して、ネットに転がってる回路図でも見ればそのまま作れるのよね。ファクトリオ固有なところだけ落とし込めばいいのだ。アンドヤはいわゆる論理回路は何にでも使うから、逆にそこさえ覚えれば移植も生み出すもやり放題ね。答えの丸暗記からはおさらばなのだ。コンピュータおばあちゃん。年がバレる。その発言からバレる定期なのだ。その他のコメントやアクションもありがとう。グレバの腐敗対策を考えてたらお腹が空いてきたのだ。コンビニでおにぎりでも買ってきたら？次回はコンビニ編なのだ。やりません。ではでは。ご視聴ありがとうございましたなのだ。